はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。皆さん、サガリという部位をご存知ですか？あまり聞き慣れない部位ですが、実は知らずに食べているかもしれません。今回はそんな謎に包まれた部位を実際にさばいて焼いて食べてみます。それでは早速やっていきましょう。今回紹介するのはサガリと呼ばれる部位で、牛の横隔膜です。別名ハンギングテンダーと呼ばれたりもします。牛の横隔膜は以前別の動画でハラミを紹介しましたが、サガリも同じ横隔膜です。豚も以前紹介しましたが、豚の場合は部位が小さいので一般的にハラミとサガリを分けて提供するお店は少ないです。お店によってはこのサガリ部分をハラミとして提供しているお店もあります。まずは表面についたメンブレンと呼ばれる膜を処理します。手で引っ張りながら包丁を膜と肉の間に入れてあげると綺麗に剥くことができます。この膜は食べることも可能ですが、結構歯ごたえがあります。油でカリッと揚げたりトロトロに煮込むのがおすすめです。今回は3種類のカットで違いを比べてみます。まずはサガリの真ん中の筋で切り分けます。余分な筋を処理して繊維を断ち切るように薄くカットします。次は少し厚くカットしてステーキ風で食べてみます。最後は先ほどと同じようにメンブレンを処理して真ん中の筋は処理せずにそのままつながった状態で薄くカットします。それでは味付けしていきます。薄く切ったお肉をお皿に盛り付けてタレを直接かけて完成です。しっかりと揉み込んでもいいですが、こんな風にさっとかけても OK です。厚切りのサガリは塩とブラックペッパーをかけて完成です。それでは早速焼いていきましょう。いただきます。今回はモレッティで乾杯します。イタリアのビールならおそらく一番有名じゃないでしょうか。イタリアンのお店でもよく見かける定番のビールですよね。やっぱり定番のみんなから愛されているビールだけあって飲みやすいです。食前酒としても食中酒としても色々な料理に合いそうです。合うというよりは料理の邪魔をしないビールですね。この味は日本人も飲みやすく普段使いできそうです。今回の肉々しいサガリとも相性良さそうですね。まずは漬けだれを用意します。うちのタレって具材が沈殿しやすいのでしっかりと振って使います。最初は筋を処理したサガリから焼いていきます。サガリはハラミに比べると若干脂肪が少なくヘルシーです。ハラミに比べると歯ごたえがあるので、より肉々しい感じが好みの方はサガリがおすすめです。あまり焼きすぎると硬くなるので注意しましょう。今回醤油だれで食べてますが、こういった部位はステーキソースとかと食べても美味しいです。次は筋を処理していないサガリを焼きます。実はそこまで真ん中の筋は厚くないので、薄切りであればそのままでもそこまで硬さは気になりません。この方が大判でカットできます。包丁の切っ先で軽く筋を切ってあげてもいいかもしれません。最後は厚切りのサガリを焼きます。家で焼くなら厚切りにしてもう少し小さくカットしてフライパンで焼くのもおすすめです。あとは大根おろし入れたポン酢とかでさっぱり食べるのが好きです。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。サガリの仕込みから焼くまでいかがでしたか？焼肉は絶対色々な部位を知っていた方が楽しいので、ぜひ色々参考にしてください。自分たちは群馬県前橋市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。前橋には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし前橋に来た際は色々探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。